セミの声が響く夏の始まりの朝。エアコンの風を少し弱めに設定する。7月の年金振込日、通帳を開く手がほんの少し止まりました。物価が上がった分、数字の減りが早い気がします。お父さん、冷たいお茶入れる？妻の声に小さくうなずく。テーブルの上のチラシには夏の旅行の文字。今年の夏は家でゆっくりしようか。健一の言葉に妻は微笑みました。そうね、暑いしね。でもその目は少しだけ寂しそうでした。実はこの時知っておくべきことがありました。7月の年金受給者には特別な割引があることを。以前なら夏になると一泊で温泉へ出かけていました。古い愛車でドライブをするのが健一の楽しみでした。でも去年車を手放しました。維持費とガソリン代、年金暮らしの現実に合わせた決断でした。バスも電車も高くなったわね。買い物帰りの妻がぽつりと言いました。買い出しの袋を少し重そうに持ち帰る。健一は妻の手元を見つめました。少し休もうか。ベンチに座り、2人で飲み物を分け合う。妻は旅行の雑誌を遠くから眺めていました。行きたいけれど言い出せない、そんな遠慮が2人の中にありました。週末、息子の翔太が孫を連れてやってきました。親父、今度の日曜、どこか行くの？いや、どこも行かないよ。健一は笑って答えました。翔太は食卓の上の家計簿に目を留めました。きっちりと書かれた節約の文字。お母さん、温泉好きだったよね。翔太の問いかけに妻は言いました。もう十分楽しんだから家で過ごすのが一番よ。その声はとても優しく、そしてどこか申し訳なさそうでした。自分の年金だけでは妻を旅行に連れて行けない健一の胸に小さな痛みが走りました。ごっついの情けないな。夜、妻が寝静まった後、健一は一人でお茶を飲んでいました。もっとうまくやりくりできれば妻に笑ってほしい、そんな思いがこみ上げてきました。翌日、翔太が一枚の紙を持ってきました。親父、これ知ってる？それは自治体と交通機関のシニア向け特典の案内でした。年金受給者はバス代が半額になる地域もあるんだよ。翔太はスマートフォンを見せながら説明しました。車がなくてもお得に行ける方法があるんだ。健一はメガネをかけ直しました。こんな仕組みがあったのか、知っているか知らないか、それだけで選択肢が変わる。妻の喜ぶ顔が頭に浮かびました。翔太、これ詳しく教えてくれ。健一の心に小さな火が灯りました。健一は早速行動を始めました。まず市役所の窓口でシルバーパスを申請しました。情報1自治体交通パス。これで市内のバスが格安で乗り放題になります。さらに JR のジパングクラブや大人の休日クラブを調べました。情報に鉄道割引、男性65歳、女性60歳から運賃が最大3割引きになります。お父さん、何か調べてるの？妻が覗き込みます。ちょっと散歩の計画だ。健一は照れくさそうに笑いました。次に選んだのは平日の日帰り温泉プラン。情報3平日日帰り温泉。7月の平日限定でランチと温泉がついたお得なセット。宿泊しなくても十分に旅行気分が味わえます。行き先は昔ながらの朝市がある温泉街。地元の路線バスを乗り継ぎのんびり行くことにしました。情報4地域の朝市割引。地域の高齢者カードを提示すると朝市での買い物が 10% 引きに。
荷物はこれだけでいいね。準備をする妻の顔に久しぶりの笑顔が戻っていました。旅行の日、2人は朝早く出発しました。路線バスの窓から夏の風景が流れていきます。シルバーパスを見せて、バスを降りる。本当に安くなるのね。妻は驚いていました。地元の朝市で新鮮な野菜を選び、割引を使って安く買い物を楽しむ。そして静かな温泉宿へ。平日の昼間、貸し切り状態のお湯に浸かる。湯上がりに温かいお茶を飲む。お父さん、ありがとう。妻が静かに言いました。車がなくてもこんなに素敵な旅ができるのね。健一は妻の手をそっと握りしめました。また来よう。いくらでも方法はある。豪華なホテルじゃなくてもいい。知恵を絞れば特別な時間を作れる。2人の心に温かい風が吹き抜けました。家に帰り、買ってきた野菜で夕食を作りました。いつもの食卓が少しだけ華やかに見えます。次は秋に行きましょうか。妻がカレンダーに小さな印をつけました。お金をかけることだけが豊かさではない。身近にある特典を知り、一歩を踏み出すこと。それだけで毎日は少しだけ輝き始めます。あなたの街にも隠れた特典が眠っているかもしれません。少し調べてみませんか？大切な人と微笑み合う時間を作るために